暴れん坊将軍。津川さん、もう間もなく駿府のご城下です。あっしのうちは男状態なんでお構いもできませんが、ゆっくり遊んでっておくなさい。ありがとう。一度富士山を見てみたかったんだ。いいなあ、素晴らしいなあ。富士は天下第一の霊峰なり、ことに関節の頃、その眺望絶下なりか。あっしら子供の頃から富士のお山を見て育ったもんで、お山を見てると身内と付き合ってるような気持ちがいたします。父母敬帝に会うがごときか。傷はかなり深手です。早く医者に見せないと。駿府まで連れてきます。上様に伝えてください。分かった。先にこの男の身元を調べてくれ。何？貨幣が襲われた？申し訳ございませぬ。かなりの深手を負い、津川文之進が駿府まで。久能山東照宮の修復工事はあの宮大工の棟梁の送検にかかっておる。何としても知らしてはならん。才三、俺は駿府へ行くぞ。八代将軍吉宗はその倹約政策から幕府の行う法営や寺院の建立を厳しく制限したが、こと家康に関しては例外であった。家康の130回忌を間近に控え、吉宗は久能山東照宮の修復を決意したのであった。ちょっと待ってくれ。文さんから飛脚便よ。何かあったのかね。貨幣さんがくせ者に襲われた。なんだって。だいぶ深手らしい。お待ち、旅の支度だ。龍子、すまねえが俺と一緒に行ってくれ。怪我人見てもらいてんだよ。あしら、俺は医者じゃねえぜ。だけど暇だし、勘弁ぐらいできんだろ。頭、島口橋の方に火の手が。分かった。お前ら先に行け。お兄ちゃんどうするの。おさえ、すまねえかな。俺の名代で龍子と一緒に駿府へ行ってくんねえか。貨幣さんはな、上様から久能山の修復を任されていた。だからどうしても生きていてもらわなくちゃいけねえ。しっかり看病しちゃってくれ。あいよ、任しといて。龍子、頼むぞ。ダメよ、頭、支度だ。
あ、おまっちゃん、早くかご一丁、早く頼む。はい。越前殿、上様をお見かけいたさなかったかな。いや、半時ほど前からお姿が。上様は駿府へ参られました。なんじゃと。政務のことなど事細かく書かれております。加納様よりご老中方へそれとなくお伝えくだされば、上様留守中のこと万全かと。ああ、町奉行のお指図にもまことに詳細なお心配りをなされておられまするな。いやいや、しかし越前殿、たった一人で駿府へ参られるとは。いや、上様はここにおられます。神君家康公を敬う徳田新之助と申す者が久能山に参るのを一体誰が止められましょうか。一介の旅人として一人の武士として駿府へ参られたのですからな。吉宗は健脚であった。従う者多くは追従と記録されている。江戸から駿府まで40より余り。通常4日の行程を吉宗主従は2日余りで駿府の城下に到着したのであった。上様。貨幣、俺は徳田新之助として見舞いに来たのだ。気づいたのか。徳田様、何のこれしきのこと。東照宮様のご修復が叶うまで死にはいたしません。津川さん、徳田様にあれを。新さん、すいません。くせ者は必ず私が。嘉平さんは江戸城で上様と会ってからすぐ頭の家で修復の図面を引いていました。わしの頭の中にはご修復の手順がもうすっかりできてます。見事だ。さすがは代々久能山の宮大工として勤めてきただけのことある。貨幣、一日も早く本復して修復の差配をしてくれ。だが今は焦ってはいかん。養生が第一だ。へい。頭、めぐみのおかみさんが早くので。関取。あんたは坊さん。新さんも。嘉平さん、お加減はいかがでございますか。おかみさん、ありがとうよ。いいえ。ご苦労だが、今しばらくここにいてもらいたい。何ですか。貨幣はまだ生きている。そうか。残念だが貨幣はまだ生きている。奴が生きているうちは残りの金を渡すわけにいかんからな。早急にとどめを刺してもらいたい。医者の話ですと年寄りですし、たとえ傷が治っても現場の差配はとても無理だと。そうか。では若い者の中で棟梁に代わって差配できる者は。私の見たところそれだけのものはちょっと。いるよ、たった一人。いる？いますとも、宮大工の腕前でお父っつぁん以上になるだろうって言われた息子の平蔵さん。息子って棟梁に跡取り息子がいるのかい。いるよ。だけどね、去年の暮れその平蔵さん感動しちまったんだよ。感動？うん。平蔵さんはね、この先の二丁町の遊女で七井さんって人に惚れちまったんだよ。それでどうしても一緒になりたいって。金輪際許さねえ。だったら出てく。じゃあ出てけ。二度とこの家へ戻ってくるなって。まあそんな具合になっちまったんだよ。その平蔵さんの居所は？何でも久能山の近くの猫屋っていうとこで七井さんと一緒にお百姓さんしてるんだって。
先にあいつをつけてくれ。奴らがこっちへ来ます。新さん、俺にやらせてください。待て。マシなことやり合うわけにはいかん。お前の顔は相手に知られてるはず。浜辺まで誘い出せ。貴様たち、やっぱりあの時のよくもカエルさんを。行くぞ。貴様、誰に頼まれた？名前は知らん。カネル本当だ。関取、もういい。この3人はどうせ金で雇われたんだろう。町奉行所へ連れてけ。桑山伊賀守。無茶しないでよ。誰の屋敷か知ってるの？駿府城代の屋敷よ。なんだって？とにかく上様に早く知らせなくちゃ。上様、お前。そんなことはどうでもいいのよ。そうか、そうだ。このことはしてる間に逃げられたらまずいな。とにかく屋敷の中の様子を見てくる。七重、一服しようか。お前さん、こんなに汗が。はあ、これで地主と年貢に半分以上持ってかれるんだからな。お前さん、すいません。私のためにこんな辛い仕事。何言ってるんだい。七重と一緒なら平気だよ。どうだい、今年はあそこの林借りて畑にしてみようじゃねえか。お前さん、お侍さんだよ。いや、あまり景色が見ようとなんで勝手に茶畑に入らせてもらったよ。どちら様で？私は江戸の火消しめぐみの頭の知り合いで徳田新之助。平蔵さんだろ？そうでしたか。親父が久能山の修復工事を。
それでお父っつぁんの容体は？命に別状はないが、傷が治っても修復工事の差配は無理らしい。めぐみのおかみさんにあなた方の事情を聞いた。しかし貨幣さんの引いた図面を読み取り、その意思を確実に生かせるのはあんたしかいないんだ。どうだろう、貨幣さんのところに戻ってくれないか。徳田様、せっかく遠いところをおいでくださって申し訳ないんですが、私は戻る気はありません。1年前に親子の縁も切れてますし、今の私はあの子たちの父親代わりなんです。この一家の主です。そのことは親父も承知のはずですし、せっかくですがこれで。お前さん、徳田様、お待ちください。すみません、失礼なことばかり申し上げて。あの人一本気で。いや、いかにも職人仇らしい。骨っぽいところが貨幣さんによく似てるよ。そう言っていただけると私たちのこともうご存知でしょうけど、聞いてください。2年前におっかさんが死んで、お父っつぁんも病気に。それまでも貧しい暮らしでした。妹と弟が借金の方に尾張に10年間奉公に出されることになって、私それだけは勘弁してくださいって頼んだんです。それじゃあ二丁町に下働きに出ろ、そう言われて、騙されて、力ずくで私、それから半年ほどして平蔵さんと知り合ったんです。あの人、私には指一本触れないで帰っていって、それから時々来るようになりました。あんたはこんなところにいちゃいけねえんだ。俺のところへ来てくれ。借金は俺が払う。すぐここから出てこう。平蔵さん、口先だけで俺の気持ち傷つけるような、そんなひどいことはしねえでくれ。頼む、俺はあんたが好きなんだ。あんたが他の男のところへ行ってると胸が張り下げそうだ。地獄の針の山にいるようだ。まっすぐ俺の目見てくれ。ダメよ。私はそんな女じゃないの。平蔵さんが思ってるようなそんな女じゃないのよ。バイタよ、人間のクズよ。いけねえよ、そんなこと口に出しちゃいけねえよ。二度とそんなこと言ったら俺は七重をこの手で締め殺す。平蔵さん、俺はあんたが好きだ。バイタなんかじゃねえ。人間のクズはあんたを騙した連中だ。そんなことは俺だってよく分かってる。まっとうな人間なら誰にだって分かることだ。俺と一緒に行こう。なあ、そうしよう。私、生まれて初めて平蔵さんみたいな人に会いました。この人のためなら死んでもいい。本気でそう思いました。その日、平蔵さんは私のことをお父様に話したそうです。お父様は黙って身請けのお金を出してくれて、宮大工の仕事は神様にお仕えする仕事だから、私を嫁に入れるわけにはいかない。親子の縁は切る、そうおっしゃったそうです。あの人、私のお父っつぁんの面倒も最後まで見てくれました。妹たちにも読み書きを教えてくれて、
今の私はとっても幸せなんです。でもそれだけに私辛くて、私のためにあの人はお父様と。今でもあの人宮大工の仕事が好きなんです。小さなお宮を見てもあの人目の色が違ってくるんです。私にはそれがよくわかります。あの人の生きがいは宮大工の仕事をすることなんです。だから私あの人にお父様のところに戻ってもらいたいんです。私のせいなんです。私のためにあの人七井さん、それはあんたのせいではない。それは違う。そんなに自分を責めたらいかん。心配するな。貨幣さんがあんたの人柄を知れば平蔵さんの感動も解ける。とにかく一度貨幣さんに会うことだ。私が段取りをつけるから会ってくれるな。はい。七重と別れた吉宗はただ一人で久能山へと向かった。徳川幕府の開祖家康の霊廟であるこの久能山東照宮は二代将軍秀忠の建立以来すでに120年余りの風雪に耐え、今吉宗の眼前にあった。吉宗にとってこの享保の時代は徳川幕府の立て直しを図らねばならぬ重大な時であった。唯一その願いを聞き届けてくれるのは始祖家康の霊である。吉宗は一心に祈るのであった。上様、先ほどから久能山奉行がこの一帯の警備を密かに固めております。おそらく大岡様よりのお指図かと存じますが。忠相め、余計なことを。でも上様、あのくせ者たちの仲間をつけていくと駿府城代の屋敷へ入りました。駿府城代の屋敷？あの者どもの背後に万一駿府城代が控えているとなればことは重大でございます。しばらくこちらにいた方が。久能山奉行に伝えてくれ。俺のことは心配いらん。それよりもこの霊視を守ってくれとな。山を降りるぞ。貴様何者だ。いえ言わぬと命はないぞ。うるさい。城代に合わせろ。下っ端には用はない。乗れ。水をくれ。水を。久能山の修復工事の総指揮はこのわしが取ることになっておる。問題は宮大工の棟梁だ。あの村松貨幣ではどうにもならん。絶対に融通の利かぬ男だからの。私は江戸一番の宮大工、それも御用達でございます。その私を外して貨幣などに修復工事を任せるとは。今度の修復は10万両はかかるというご公儀の大仕事だ。わしは何としてもその方に任せようと思うておったのだが、上様直々のお声がかりではの。御前様、貨幣さえなければ私めに。他に誰がおる。お前もそれゆえに貨幣をせやつらを使って狙わせたのであろう。貨幣は江戸より数人の腕利きを雇うております。しかし御前のお力をお貸しくださるならばそれがしが必ず。忠兵衛、そちに任せたらどれほどの手加減ができる。
少なくとも総工費の1割5分なら必ず浮かせてみせましょう。1万5千両余りか。よし、手を貸そう。で、いかほどの手勢があれば一気に始末がつく。は、さよう20名ばかり。何やつだ。するのだ。おい。津川さん、いい加減にしなさい。許せ許せ。虎穴にいらずんば孤樹得ず。やったぜ。七重さんは今度のことは全部自分一人のせいだと思ってる。いい人だ。許してやってくれ中平。徳田様、あっしのうちが宮大工でなきゃあっしはとうの昔に。すいません、この話だけはどうしても。承知できんのか。偽りを申すなよ貨幣。七重さんの身請けの金を平蔵さんに渡した時から七重さんを許してるはずだ。二人の幸せを願ったからこそそうしたはずじゃないのか。徳田様、宮大工としての対面もわかるが二人の誠の幸せを思う気持ちの方がよほど大切だぞ。おさえさん、七重をこのうちに入れることを神様許してくださるかね。仏様許してくださるかね。貨幣さん、仏様が一番好きなのは七重さんのような人なんですよ。死んで仏様のそばに行かれるのは七重さんのような人なんですよ。私、増上寺のお説教で確かに聞いたことがあります。俺も聞いたことあるで。親孝行した者は仏様一番喜ぶんだってよ。その通りだ。貨幣、七重さんに会ってくれるな。徳田様、よろしくお願いします。何、伊賀守が。それ間違いないのか。はい、間違いありません。くせ者が逃げ込んだことは知っていたが駿府城代が黒幕とはな。医者の話によれば貨幣は傷が治ってもとても工事の差配はできぬそうだぞ。では御前様、今一つ気がかりなことがある。奴には平蔵というせがれがおる。せがれがいる。それは存じませんのが。事情があって感動の身だがな。しかし貨幣が動けぬとなれば平蔵を呼び戻すかもしれんな。せがれの始末もつけますか。万作違うよ。こうだよ。徳田様とお約束したんだもの。私、お父様のお見舞いに行ってきます。親父の方で断るさ。もし断られても私は行くわ。だって私、お父様に申し訳なくて。何を言うんだ。世間体ばっかり気にしやがって。あんなら父親でも何でもありゃしねえよ。違うわ。あんたの体の中にはお父様から受け継いだ宮大工の血が流れてるのよ。七重、ここは私とあの子たちでちゃんとやっていきます。お願いよ、久能山の修復をしてちょうだい。東照宮様は私たち百姓にとっても守り神様なんだよ。そうだよね、お花。うん、みんなそう言ってたよ。おいらお守り持ってるぜ。みんなの守り神様か。若頭、
誰だい？立吉です。頭が姉さんに会いてえそうです。徳田さんが知らせてこいってんで。お前さん。姉さんが来てくれりゃ頭若頭の感動を解くつもりらしいんで。お前さん、ちょっと待ってね、すぐ支度しますから。若頭よく来てくれたな達。へい。姉さんがさらわれた。何？気がついたか。誰？誰なの？200両ある。亭主が可愛かったらその金を持って旅に出ろ。ここはどこ？お前は二丁町で遊女をしていたそうではないか。生娘のように騒ぐんではない。金目当てで一度は身を売った女だ。この200両がどんな大金になるか分かっておろう。亭主をこの金で幸せにしてやれ。安楽に暮らせるぞ。こんなお金で人の心が買えると思ったら大間違いですよ。大方うちの人が久能山の修復をしたら困る事情でもあるんでしょうけど、うちの人はもう決心してるんですからね。お断りします。断ることはできんのだ。だったら私を切ればいいでしょなんだとバイタ。う。心を平気で売るのがバイタって言うんです。まだわからないんですか？私がこのお金をもらったら私は本当のバイタになるんですよ。帰らせていただきます。人の情は変わるものだ。それをお前に教えてやろう。お前さん、私はお前さんの女房だよ。お前さん。すぐに始末しろ。七井さん、七井さん、才三、一緒。はっ。七井、しっかりしろ。七井。なんてこったな。おさえ、俺はな、平蔵さんと七井さんはどうしてもここへ帰ってもらおうと思って急いで飛んできたんだ。途中な、
七重さんにはこれは似合うんじゃねえかと思ってよ。一足遅かった。おさえ、お前さんきっとよく似合うよ。お前さんは本当に心のきれいな人だよ。最後まで平蔵さんの立派なおかみさんだよ。お前さん、もう一度だけ平蔵さんに会いたかっただろうね。お花ちゃんたちにもね。さえ、それでも意地を通したんだ。いい顔だったじゃないかいなあ。平蔵さん、平蔵、すまなかった。こんないい嫁を殺したな俺かもしれねえ。お父っつぁん、もっと早く会ってりゃこんなことに。悔やんでも悔やみきれねえが、せめてうちの墓に入れさせてくれな、平蔵。お父っつぁん、あそこは富士がよく見える。七重には似合いだよ。平蔵、俺の仕事ついてくれるな。七重、お前も見守っていてくれるな。久能山の修復はお父っつぁんと俺が力を合わせてきっとやり遂げる。お花と満足は俺が立派に育てるぜ。どう調べても自害ですから、夫婦の喧嘩ということにして平蔵を牢へぶち込めば。あとはどうにでもなる。これで貨幣の家は潰れる。忠兵衛、わしは明日江戸に立つ。ご老中方に措置を推挙せねばの。御前様、何卒よろしくお願いいたします。これはとりあえずの。おお、これで久能山の修復はその方に転げ込む。まあ神君家康公には目をつむっていただこうか。神君は全てを見届けているぞ。桑山伊賀守。何者だ。伊賀守、よく見ろ。この兜は久能山に祀ったる神君の兜だ。その方どもにはまともに見れまい。控えろ。伊賀守、その方その者どもと手を組み、宮大工貨幣一家に加えたる悪逆非道の振る舞い断じて許さん。
しかしそちを駿府城代として認めたるようにも責めある。せめて武士らしく始末いたせ。上様、駿府城代として上様のお越しを何一つ存じません。恐れ多くも神君の御兜を奪うとは思ってるのか。何をしておる。くせ者ども切り捨てい。やむを得ん。伊賀の民、世の太刀を受けてみるか。上様、さあ参りましょう。上様。よさないか、ただの巡礼だ。吉宗は七重の面影を確かに見たような気がした。霊山富士の懐に抱かれて安らかに眠ってくれ。心からそう願う吉宗であった。この俺が選んだ道だ。たとえ茨の道だと決して泣いたりはしないさ。負けてたまるか。ぐっと睨むこの目に血がたぎら。暴れん坊将軍。それだ、構えてくれ。おいところに人のお尻から妙な掛け声をよしとくなさいよ。裸になりゃいいんだろ、裸にさ。あったりした。とっとと調べておくんなさいよ。風邪ひちゃうかよ。おじちゃん、将軍様は優しいかえ？
優しいよ。よかった。じゃあトト様は帰ってくるんだね。偽小判を返してやりゃあの子のお父っつぁんの無事な体におまけがついてくるんだよ。大枚3000両さ。3000両？偽金一味をゆすろうって言うんですか。暴れん坊将軍タヌキに化けた弁天様、どうぞお楽しみに。